안녕하세요. 가이드의 영영です。去年僕も面白い韓国ドラマに紹介していた韓国ドラマ補佐官。いいドラマを作るためには何が必要でしょうか。まずはいい物語、映画やドラマでいうシナリオ、そしてそれをうまく表現してくれるいい俳優さん、いい材料といい香辛料でさらに味を引き立てるためにはいいシェフが必要でしょう。映画でいう演出がうまい監督が必要です。平凡な演出のドラマなら皆さんはドラマを見てる間、あくびを連発するだろうが、演出がうまければ皆さんはドラマを見てる間、手に汗を握りながら、ドキドキハラハラしながら次の編を楽しみに待っている。でもこんなにいいドラマや映画を作るためには、たくさんのスタッフやそれぞれのバランスが必要だけど、現実でいい政治のためには、いい材料さえあれば十分なんです。つまり信念があって、韓国の未来のために自分の骨身を投げることまでもなく、そのような覚悟のある人がいればいいんです。いい人。でもただの人よしはタイトルになれないし、なってもいけないと思います。汚い金にまみれて弱点があって、鮮度や群衆を動かす能力がある人が、現実では指導者になってます。堺雅人さんのドラマでは名台詞がたくさん出てますが、半沢直樹でも鶴瓶さんが演じた父がネジを見せながら半沢に言い聞かせた言葉があるでしょう。人と人のつながりは大切にせなあかん。ロボットみたいな仕事だけはしたらあかんって。でも現実で特に韓国の政界で志があって信念を曲げずに金と女を遠ざけるいい素材になれる人はそうそういないと思います。ドラマ補佐官のシーズン1では補佐官だけの身分では現実で自分が暴けることができないと判断した主人公は敵にひざまずきとりあえず自分のステータスを高める。シーズン2では国家議員になった主人公は自分の肩書きをもとに敵の信頼を得て法務部大臣の不正を暴いてみせる。最終回にはいつもの韓国ドラマの最終回を見るような痛快を感じる。でもそれに至るまでに毎回結構展開が早いので韓国ドラマに慣れてない方は結構疲労が募ると思います。韓国の右派の視聴者はこのドラマの法務部長官を見て玉ねぎが思い浮かぶだろうし、韓国の左派の視聴者はこのドラマの法務部長官を見てファン・ギョアンを思い浮かべたでしょう。検察総長は一生懸命透明な検察改革を言っているけど、左派右派視聴者両方ともユン・ソチョをイメージするだろうけど、この時までは JTBC のドラマにもかかわらず、検察をそんなに悪く思い描いたとは思いませんでした。実際ドラマのように補佐官出身の政治家はいるのか。一番代表的な人は意識の高い市民を言う。下市民のブームを巻き起こした張本人であるユ市民。その下市民を利用し、口が達者な彼は数々の政治ショーの番組に出演し、光の鮮度に賛同しないと下市民じゃないってことで韓国の若者を魅了してきた。でも最近は本当に目覚ましてしまった若者たちも下市民ではなく有市民の方から脱出に成功。本人は人間は60過ぎると脳が腐るから公の場で活躍してはいけないと言っていたにもかかわらず自分の脳が腐る前にやっていたことがバレると思い海外に逃げ、ほとぼりが冷めるといつの間にか戻ってきてまたこっそりと YouTube もやっている。そんな有市民も反日活動後酒と寿司を楽しんで酒ちゃんというあだ名がついているイヘちゃんの補佐官として政界入りをした。アパートがパンならっていう発言で、今はもはや伝説になってしまった国土交通部のキム・ヒョンミ長官。先生が有名だっていうことで、ムン・サイナに教育部の長官に選ばれた。整形してビフォーアフターが一番素晴らしい有名教育部長官。前の20代の国会を調べてみると、298人の中で36名が補佐官出身でした。今回の21代の国会の中で今話題になっているのは、性的問題が記事に出ると、今までは大体党の名前が出なければ、共にまさぐる党でしたが、今回は国民の力、野党の方です。最年少で地域区で当選された補佐官出身の
77年生まれの金병욱議員。今回面白いのは、マスコミや野党の方でこの補佐官出身の議員を攻撃したわけではないです。今年の4月7日に行われる予定のソウル市長、釜山市長補欠選挙で、共にマサグル党の2人のスケベ知事のおかげで、ソウル市は571億ウォン、釜山市は267億ウォンの国民の税金が無駄になることになりました。共にマサグル党のスケベ市長2人のマサグリやり放題の費用が800億ウォン近く無駄に税金を使うことになる。共にマサグルとは国の財政を増やす能力はないけど、無駄に使う能力は世界一だと思います。そのギャップも世界一だと思うので、ぜひ韓国ではなく、世界一の無所に入ってほしいです。つまり、今回の補欠選挙では、性的スキャンダルに焦点が合わせられているため、国民の力の方では、性的スキャンダルがあると、補欠選挙で不利になると思い、河川の方で先に暴露しました。共にマサグル党の方も知っていたけど、むしろ選挙直前に暴露した方が効き目があるから、わざと暴露しなかったようです。だからこそ今回の選挙では、オ・セウンソウル市長が無償給食の責任を取り、辞任した以来、光に取られてしまったソウル市長を何としても取り戻さなきゃいけません。ソウル市長は次の大統領選に行く踏み台でもありますから、問題の77年生まれのヘビ年の金병욱議員、まずはこんなに一般人よりも政治ニュースを倍以上見てる僕でも知らない議員が300人の中でたくさんいます。参戦議員なのに地方の方で王様気取りで中央政治の方には興味がない人もたくさんいるし、わざとユン氏のような人をかばってノイズマーケティングで名を知らせようとする人もいる。とにかく彼は国民に名を知らせるにはかなり成功したようです。残念なのは名を知らせたと同時にダットになってしまったことです。この事件が暴露される前に彼は自分の名前を国民に覚えてもらうために必死でした。そのためにはこの前の動画でお伝えしたチョギンチャン事件にもちょっかいを足さねばね。彼のアカデミー賞並みの演技を見てください。 저도 모르게 한 번씩 주르륵 눈물이 쏟아집니다. 하지만 마냥 슬퍼하고 분노한다고 정인이가 돌아올 수는 없습니다. 저희 청년의 힘은 죄송합니다. 저희 청년의 힘은 지난달 20... 彼はなんと安東で2018年10月国政監査の時に悲観機関である安東の方から安東で一番いいグランドホテルで宿泊と食事などを提供されていたことを自分の言い訳の途中言ってしまいました。これは国政監査の悲観機関である安東氏も彼のせいで過去の問題を掘り返され火花が飛んできました。2018年10月15日、ヘビ年のキムは僕が地方の中でこよなく愛する安東の方で国政監査の時に仕事よりも最初から他の議員のインターンシップの補佐官と8級補佐官女性に下心があったようです。このインターンシップの女性補佐官と8級の女性補佐官、互いに同じ議員の補佐官ではなく違う議員の補佐官なのに女性がいないからって同じ部屋に宿泊することになったことも安東氏が提供したのではないかと推測できます。その日彼は昼食の時からインターンシップと8級の女性が食事をしているテーブルに同席して親しくなろうとしたそうです。キムは当時4級補佐官だったので8級とインターンシップの補佐官が同席や夜もホテルの部屋に酒やつまみをたくさん買ってきた時も断れなかったそうです。普通、コート患者は暴力と脅迫があると成立しますが、このような場合には、異界によるコート患者が成立しますので、罪は重くなると思います。一番代表的なのがアニージョン都知事です。大統領候補にも名乗り出ていた彼が、秘書に暴行や脅迫などなかったが、異界によるコート間の罪で4年の実刑が下されました。
昼間から親しくなったつもりでいた彼は、また夜彼女たちが泊まっている部屋の方に訪ねます。そしてもともと酒が弱いインターンシップの女性は眠ってしまい、その後89女性も眠ったら、キムはシャワーを浴びてきて、女性のベッドに入ってきた。酒に酔っていた89女性はベッドを移した。その後変な音で目が覚めたら、隣でキムがインターンシップの女性をこうと監していた。89女性が起きているってことをアピールしていたが、キムは構わず行為を続けていた。火星ので最初、パゴンスンとオゴドンのスキャンダルを暴露したとき、オゴドンが牛が笑うことだと言いながら、100億ウォンの損害賠償を求める訴訟を起こしました。でも結局辞任。パゴンスンは無反応で対応していたが、無反応であの世に行きました。1月14日、韓国の裁判所もパゴンスンによる被害者の被害を認める判決を下しました。今回のこの暴行事件を火星の方で暴露した時に、キムはどのような反応をしたと思いますか？素直に謝ったと思いますか？それともオーゴドンのように牛が笑うことだと猛烈に反発したでしょうか？キムは火星の主張が全く根拠のない主張だとすぐ訴えると言いながら、国民の荷物の方にもまた自分が荷物になるからと葛藤しながら、後で潔白を証明して戻ってくると言いました。I'll be back. その後も自分の SNS の方で、当時自分と同じ部屋を使うことになった男性補佐官と雰囲気が気まずいからそちらの部屋に行ったとか、彼が徹夜でやらなきゃいけない仕事があるから気を使ってそちらの部屋に行ったとか、幼稚な弁明をしていたが、それが不利になるとやっと分かったのか、静かになりました。そして今、韓国の野党である国民の力、党の名前だけ何回も変えてもね、去年から僕が言っていたこの通りになりました。僕の予想が当たっても、ちっとも嬉しくありません。どうせなら株とか FX の予想が当たった方がよっぽど嬉しい。キム・ジョンインおじいちゃんは、国民の力のおかげで、国民の荷物の陰で、フィクサーであるスーツケースのおじいさんとバグ大統領派を追い出し、党を掌握するのに成功。このような初当選議員たちを自分たちの操り人形にしている。実際国民の力の方では、初当選議員の数が中核派を上回り、党の主流になっている。その証拠として Facebook でキムを擁護していた他のキム・ウンという議員。この初当選議員も最初からスーツケースの方に小回りをして政界入りをした。そして被害者が名乗り出ないと断定し、キムを擁護したが、非難されて自分が投稿したのをすぐ削除。国民の荷物の初当選議員の中でも、ダットだけで済ませるのではなく、真実を明らかにし、彼を懲罰すべきだという議員もたくさんいて、国民の荷物の荷を少しは軽くしてくれたんじゃないかなと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。また他のニュースでお会いしましょう。